どうも、わくぼりです。今回は1枚の絵から立体を彫る方法を紹介したいと思います。前回はこの正面図と側面図を用意して彫る彫り方を紹介しました。この彫り方は分かりやすいんですが、正面図と側面図をかけるものじゃないと彫れないという制限がありました。それに対して今回紹介する彫り方っていうのは、側面図を用意しない、側面図が描けないようなちょっと複雑な絵でも彫っていくことができます。それでは今回このカエルの彫刻を彫りながらその工程を紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。はい、では実際に彫っていく前に、2つの彫り方の工程の差をちょっと見たいと思います。正面図と側面図を描いて彫る方法の項目はこちらになります。それに対してこちらの正面図というか、絵1枚で彫っていく方法の項目はこちらになります。項目的には正面図の余分を取るというところまでは同じになります。そこから次の側面図の余分を取るというところからやり方が変わっていきます。そして、だいたい小彫りが終わったぐらい、整理のところからは2つとも同じやり方になります。なので、その側面図の余分を取るの代わりのところを主にメインに解説していきたいと思います。それでは項目の1番、正面図を描くです。下絵を描くときの注意点は以前にアップしているので、そちらをご覧になっていただければと思います。木材の大きさをはみ出すことがなければ、あとはそれに従ってこだわって、自分の好きなように描いていただいて大丈夫です。下絵が描けたら、型紙を作ります。型紙を作りました。こちらも以前の動画でアップしていますが、型紙を作るときはあまり曲線にならずに直線で作ると粗取りがしやすいです。それでは次の工程に行きます。それでは正面の余分を取っていきます。まずは型紙を木材に移して、入り墨にノコギリを入れ、順目に、木を削っていきます。これで正面の余分が取れました。それでは次の工程に進みます。ここから先が以前紹介した動画と彫り方が大きく変わるところです。実際に彫っていく前にこれからどうやって彫っていくかを解説したいと思います。この絵には側面図がないので、こちらの豚の絵で紹介させてもらいます。一番手前に来るところ、一番高いところっていうのはこの豚でいうとこの鼻の部分になります。これが木材の表面に一番近いところになります。このカエルの絵でいうとこの赤いところがここになります。はい。ここから何をやるかというと、傾きを出していきます。一番高いところを残して、まずは上方向というか前方向に傾きを出していくんですが、側面図で見ると上方向にまずこういう傾きで彫ります。なぜこの角度かというと、2番目に高いところがこのおでこだからです。上方向はこの角度。では下方向はどの角度かというと、2番目に高いのはここなので、ひずめなので、この角度で彫ります。側面図がない絵の場合、この側面図があるもののようにバチッと一発で高さを出すことは難しいです。最初は浅めに取って大丈夫です。で、2番目に高いところを目指して彫ったら、次にやるべきことは、ここから2番目のところからさらに深いところを彫るっていうことです。ひずめの先からこの3番目に高い箇所へ傾きを出す。で、ここからも同じく削ると。ここが出たら次に高いところ、ここですので、こう出して削ると。で、ある程度前側の形がこの小豚の形にできたら、初めてこの後ろの方を取っていく、形を作っていくっていうことですね。この本のところ、そしてこのカタツムリの頭のところ
この膝、そしてこの小さいキノコ、この4つが、一番手前に来る一番高いところかなと思います。高さをこうやって出して、高さをこうやって出したり、トースカンを使って出したりして、あとは中心線との位置を考えてポイントを定めます。まず1箇所、この位置、高いところから傾きを出しました。はい、ざっとですが傾きを出しました。一番高いところからそれぞれの方向に向かって、傾きを出したつもりです。すごい大雑把に大きな傾きを出しました。この絵でも本当は、ここで一回カタツムリのなんていうんですか、この柔らかい部分と殻の部分でここが、谷になっているので、最終的には V 字のような形を作るんですが、最初の傾きをつける段階ではそういうことは考えずに大きな傾きを全体につけます。で、浅く順番出しをしたら次は細かく順番出しをします。どういうことかというと、今言ったようなこの顔の中で高いのはこの目のところなので、その高さ出しをしたりとか、そういった風に傾きをつけます。やり方は最初の時と同じです。それぞれのパーツの位置を出して、それを木に移して今と同じように傾きを出していく。それが終わった時には浅くですがこの絵の、彫りたいものの形が出ていると思います。ではそこまで、やっていきたいと思います。はい、今まだ途中ですが高さ出しを進めていっています。カエルの頭が含まれているところとこの手に持っているキノコが含まれているところ、最初に出した大きな傾きのまま、ある程度できていると思うんですが、ちょっとキノコの位置が高いような気がします。そういうふうに、だんだん掘っていくうちに、高さの正しい位置っていうのがなんとなく自分の中で見えてきます。そうした時に改めてカエルの頭の位置からキノコの位置の高さを修正してあげます。はい、こういうふうに、掘っていくうちに正しい高さが見えてくるので、それを掘りながら、調整していく。それがこの正面の絵1枚で彫っていく彫り方になります。ある程度彫っていくと、もっともっと細かく彫っていく段階が出てきます。今、カタツムリの高さ出しっていうのは
ここが一番高くて体があって、でその後ちょっとここに V の字ができて殻ができて、でこの殻の一番高いところから斜めに下がるっていう形が少しできたような気がします。なのでこの一番高いところを、傾きをつけます。この中でも一番本当に高いのはこの顔のところで斜めに下がっています。この顔に向かって。なのでそれを出します。傾きを出しました。こうやって細かく傾きを出していきながら、大きな意味で修正していくところは修正していく。で修正した先でさらに細かく彫っていくというふうに進めていきます。少し作業を進めました。まだまだ浅いので雰囲気は出ていないですが、パーツとかは出始めています。ちょっと横を向けてみます。横を向けると改めてまだまだ浅いっていうことが分かります。カタツムリとか顔がここにあって殻とかがここにあってほぼ平らです。こちらもそう、まだまだ浅いです。せっかく木材の厚みがこれだけあるので、もっともっと厚くしてフルに使った方が、木彫りは良くなると思うので、今浅く形を、出してきているので、もう少し細かく出してその後に、改めて奥行きをもっと取っていきたいと思います。ではこのままもう少し進めたいと思います。はい、もう少し進めてみました。だいぶ全体の形が出て立体感も出てきたと思います。ちょっと横から見てみたいと思います。今まで正面からだけ見て横から、見たらどのぐらい使っているかっていうのはそれほど気にしていませんでした。この段階まで来たら、横から見て、例えばこのキノコがどの位置にあるのかとかを、残りの材料をどう使うかっていうのを考えるのもいいです。こうやってキノコの傘がこうあってカタツムリがこう乗っかってるって考えると、そもそもの位置が、全然合ってないことが分かります。こっちのカエルも、まだまだこのまま今ある形で作ったらここぐらいまでになるのかな。ちょっと、浅くできちゃう感じがするので、もう少し下がってもいい、このぐらいまで下がってもいいような気もします。で、ある程度パーツが出てきたので、改めて下げるのと同時進行でこういう、指とかはまだ作っていなかったので、こういうのも出してもうちょっと正確な、高さ出しをしていきたいと思います。ではそれをやっていきます。はい、正面から見た時の、厚みというか奥行きを少し、深めに取ってみました。正面から見た時の、高さ出しはだいたいこのぐらいでいいかなと思います。ここまで来たら横から見て、だいたいの予想でこのぐらいの厚みを、今後使うだろうなという印をつけます。
で、この後ろが、後ろを全く取っていない状況だと形をきれいに出すことっていうのが、難しいので後ろを取ってしまうんですが、この予想される量ギリギリに取ってしまうと、予想よりももっと奥行きが必要だった時に形が作れなくて失敗っていうことになってしまうので、もう少しずつ、余裕を取って、いつも取ってます。こんな感じですね。正面からしか絵を描いていないので、横からの形や後ろからの形が頭に入っていないっていうこともあると思うんですが、そういう時は、焦って取らずに形を、想像しながら、また資料とかを調べて、自分の形を補完しながら、後ろを取っていきます。じゃあとりあえずこの大きい、いらない部分、これをバンバンと取っていきたいと思います。はい、裏側を取りました。ちょっと一周ぐるっと回してみます。はい、ここまで来ると、だいたい工程的には全体的に荒彫りが終わっている状態になると思います。はい、ここまで来ると、型紙2枚で正面図と側面図取ったやつが進んだ状態ともう同じ状態になります。なのでここからは、まだ面がなんていうかガタガタして太さもバラバラな状態なので、それを整える小彫りの状態、まず小彫りの状態をやって、その後さらに細かくする整理、その後仕上げとやっていくという感じになります。では、ここからは、以前の豚の動画と工程は同じなので、ポンポンポンと小彫り、整理、仕上げと、移したいと思います。それでは行きます。だいたい小彫りまで進んだので、一周ぐるっと回してみます。こういう風に大きい面で、全部の形だいたい出しています。はい、それではこの大きい面をさらに細かくしつつ形をもっと攻めていきたいと思います。では次は整理までいきたいと思います。はい、だいたい整理までいきました。一周ぐるっと回してみます。はい、こんな感じです。形はだいたいこれで、そんなにこれからは変えずに、この後、こうやって光を当たってると、なんていうんですかね、この断面が、面が並んでいるのがまだわかると思うので、こういうのがわからないぐらいまで面を整えていきたいと思います。だいたいイメージに近い、形になってるんじゃないかなと思います。それでは仕上げまでパッと、やっていきたいと思います。仕上げまでいきました。ちょっと一周ぐるっと回してみます。
今こんな感じです。で、とりあえず光が乱反射したりとか、デコボコしてたりとか、そういったところはなくなったと思います。この岩は、あえてこういう風にデコボコにしようかなと思ってるんですが、ただ、ちょっとこういうキノコとかカタツムリとか、こういうところもちょっとシンプルすぎて、メリハリがないというか、特に目を引かないので、少しだけ、嫌味にならないというか、くどくならない程度に味付けしたいと思います。前回紹介した味付けと同じようなことをやっていこうと思います。はい。じゃあパッとやって、またちょっと変化見せたいと思います。ではやります。はい。仕上げの後の味付けをしてみました。ちょっと一周ぐるっと回してみたいと思います。はい。仕上げからそんなに大きく変わってはいないかなと思いますが、カタツムリの殻を、前回と同じように模様をつけたりとか、キノコにちょっと痛みのような刻みを入れてへこませたりとか、こういうところもやったりとか、ちょっとしてみました。ということで今回は、1枚の絵から、立体を彫る方法を紹介しました。また改めて、もう少しシンプルな彫刻でこのやり方を彫りながら解説したいと思うので、またよろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。